手を抜かないこうん。と。別にそれが手作りっていう意味じゃないですよ。うんで先人の研究人、技術者がうん。ここまで美味しいものをつないでくれたわけで、どのような工夫をされて、東京のど真ん中でお酒を作ってらっしゃるんでしょうか。トシジャパンチャンネル。東京23区で唯一の酒蔵、東京港醸造の杜氏の寺澤さんにお話をお聞きしたいと思います。はい。よよろしくお願いいたします。ろしくお願いします。はい。最初に寺澤さんの酒蔵について特徴を教えていただけますでしょうか。はい。この東京都っていう部分の23区で唯一の酒蔵になってしまいました。ただ、少し脱線しますけど、明治の時にはね、ある文献の中では64社の酒蔵がこの23区の中にあったんですけどね。今はまあ、うちだけですね。ちょうど2016年にその清酒免許を、いただきまして、で、まあ、今なんで9年作り続けてるんですけど、当然それの前身っていうのは、1812年に若松屋っていう屋号で、それでこちらの方で、当時はどぶろくであるとかね、あと食堂をやってたりっていう歴史があるんですよ。ただ、その、明治42年の時に、酒税法が変わったり、仮に第一次世界大戦に行くために戦費のために酒税がどんどん上がったんですよ。だから東京の土地柄大量に作れないイコール上方っていう灘とか伏見から安くて美味しいお酒が入ってくるので、当然やっていけなくてやめちゃった。実際は101年目なんですけど、どうしてももう一度酒蔵をやりたいっていう、7代目の斉藤俊一社長が、声かけていただいて、で、2016年に、清酒免許をいただきました。今作られているお酒は何種類ぐらいあるんでしょうか。約ね、15か16種類ですね。その中でも看板になるようなお酒っていうのはどういうものですか。山田錦ってやっぱり酒造公的米の一番、最高峰と言われているので、やはりこれがレギュラーとしては一番今製造量多いんですけど、ただ、だんだんそれに匹敵するようになってきたのがオール東京とか、オール江戸っていう部分が皆さんにだんだん周知していただいてますね。そのオール東京とかオール江戸っていうのは、なぜ東京とか江戸という名前がついてるんでしょうか。はい。じゃあまず前半のオール東京っていうのは、これはね、今の東京っていう部分で、日比谷公園の鉢から採取した酵母なんですよ。だから酵母。で、あと、お米は、多摩地区、要は八王子とか日野市とか、あちらのお米。で、お水はこの東京の水道水。で、作ってるとこは港区芝4丁目っていう、全部がオール東京っていうオール東京です。ああ、すごいですね。酒蔵の、設備等について教えていただけますでしょうか。171平米で、上から4階から1階まで、物が動いていくと、だんだんお酒になっていくっていう構造です。東京のど真ん中にこういう酒蔵があるっていうことで、とてもびっくりしたんですけれども、その辺についてはどういうお考えでいらっしゃいますか。今までの酒蔵の歴史っていうのは、膨大な敷地と予算、もしくは人手がいるっていうところが絶対条件やったと思うんですよ。その部分を今後は少子化であるとか、いろんな部分が変化していくので、こういう都市型の、クラフト蔵って言いますけど、私商標も取ってて。で、こういう部分が次の世代に必要になるんじゃないかと思って、2000年からこのレインボーブリッジの向こうの台場浄土所っていうところから始まったんです。で、まあ10年で幕を閉じることになったんですけど、その延長上で作ったのが、こちらの、東京港醸造っていう、江戸会場になります。寺澤さんがお酒作りに興味を持たれたきっかけというのは何だったんでしょうか。もともと私ね、京都のね、舞鶴に近いところの兼業農家なんですよ。だからまあ、お米っていう部分は本当にね、生まれた時から、勘に触れてたもんで、実際私の子供の頃って言ったら、玄関入ったら右側に牛がいましたから。で、その牛を利用して農耕をしながらっていうところから始まってたんですよ。だからお百姓っていうのはすごく身近な部分であったっていうのが実情で、その中から近くのそういう微生物関係の高校とか、もしくはそこからお酒のその分析であるとかっていう部分から始まりました。
だからそこから、京都の伏見っていう酒どころに行って、東京に来ましたっていう、まあ、私のヒストリーですけどね。はい。京都の酒造メーカーさんにはい。勤められたはい。ということですか。そうですね。それから東京に来た理由っていうのは何ですか？当時ね、はい2000年なんですけど、全体のお酒っていう種類あるじゃないですか。ウイスキーやったり、ビールだったり、ワインだったり、手こ入れしなきゃいけないなっていうのが、その事業やったんですよ。当時私はエンジニアだけやったんで、そんな社会情勢のことも何も考えなくて、で、その白羽の矢が当たって、なんで俺が行くのっていうようなことと、あと3年間だけでいいからっていう部分で来たんですけど、マックを閉じるまでそこにいました。そうしますと、京都の酒造メーカーさんのお仕事として東京にいらっしゃった。はい。で、その東京でのお仕事っていうのはどういうことをなさったんですか？ちょうどね、ここ芝4丁目なんですけど、レインボーブリッジの向こうのフジテレビさんの真ん前に、アクアシティ、その中にメディアジュっていうのがあったんですよ。はい。で、その中で映画館の真上で52平米の中でお酒を作って、その横には、京料理を出しながら、もしくは京都の物産展を併設して、でそういう3部門構成の事業をやったんですよ。で、その時に作り手として来たんです。はい。では、お台場で日本酒を作ってた作ってました。ということなんですね。で京都の伏見のお水を毎週運んできて。すごいですね。当時は世界一贅沢な杜氏って言われてましたね。本当ですね。その後に、その事業をストップすることになって、それでこちらの方に移ったということですね。現在、東京のこの中心、港区の芝で、お酒造りをされてるわけなんですけれども、このビルの中でお酒を作るにあたってのメリットであったりとかデメリットっていうのがあると思うんですね。簡単に教えていただけますか？まず、メリットの方は、こうやってビルがたくさんあるから、直射日光っていう部分を遮るんですよ。他の、酒蔵さんも、多分見学に行かれた時に見ていただいたらいいんですけど、長い煙突と白壁の漆喰の壁に小さな窓がポツ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 ってあるじゃないですか。なんでかって言ったら、お酒作りっていうのは、紫外線であるとかそういう太陽光線を避けたいんです。だからああいう形になってて、何もしなくてもビルがあるから直接日光が当たらない。でもしくはそれっていう部分は、その年中温度管理するには、電気代っていうエネルギーをたくさん使わないでいいっていうメリット。であとは消費地が近いので、当然作ったものをすぐ取りに来ていただく、もしくは発送させていただいて、近場で全部消費してしまうので、ほとんどが23区の中で消費していただいてますね。あとは成田空港とか羽田空港とか、そのラウンジにあったりして、でその部分で今の週1本の作るものっていうのは、ほとんど遠くに行くことなく、海外もほとんど出します。デメリットについて教えていただいてもいいですか？でデメリットは、逆に欲しいって言われてもすぐ製造がたくさんになったりできないから、お客さんは常に待っていただかなきゃいけないと。でそれと、それは順番には出すんですけど、じゃあ事業拡張しようかって言っても土地がなければ何もないから、いきなり大きくもできないと。だからそういう部分がデメリットっていうのはデメリットですね。スペースが限られているということですかね。あと酒造りといいますと、水が豊かで非常に美味しい米どころであるとか、お水が美味しいところがお酒が有名じゃないかっていう固定観念があるんですけれども、東京だと、お水はどうされてるんですか？今はね、東京の水道水。で、東京のお水ってね、皆さん、なんか、臭くて飲めないみたいなイメージ思われがちなんですけど、高度浄水処理っていう処理をしてるので、美味しく飲めるんですよ。でこの処理ってどんな、根拠かって言ったら、通常、ろ過であるとか、そういう部分で、仮に、きれいにしていくんですけど、高度浄水処理っていうのは下からね、オゾン、化学式で言うと O3 っていう、酸素が O2 じゃないですか。O3 っていうものをバブリングしてしまうんですよ。それと脱臭、脱味になって、で、その殺菌効果もあったりして、匂いが取れてしまうんです。でそれが東京都の誇る高度浄水処理っていう処理方法。でこれをやったお水が、ここに、流れてきています。で東京23区はすべて、平成25年に網羅しているので、
どこで飲んでもらっても美味しいですよ。高度浄水処理っていう処理方法が、はい、浄水処理方法が良くなったからできる技で、でそれをうちは全量使ってますし、でそれはなんかこう、活性炭を通すとかそういうのは全くありません。1ミクロンぐらいの何か不純物があった時だけに物理的なものだけ取り除くフィルターはついてますけど、それで成分調整なんてはしてません。はい、もう水道の蛇口をひねったそのままの成分の水を使ってらっしゃる、ということなんですね。はい。それについてはもう東京の水が、美味しいという裏返しになるということですね。良くなったという。昔は本当にね、良くなかったんですよ。軟水、硬水とかそういうのがあると思うんですけれども、東京の水は酒造りには向いてるんですか？向いてますね。65ぐらいの高度なんで、少しだけ、硬水になってる。真ん中よりもちょっとだけ硬水になってる。だから京都の伏見のお水に似てます。あ、そうなんですね。こちらにお酒が並んでるんですけれども、江戸海上というお酒がありますけれども、こちらはなぜ江戸海上という名前なんですか？江戸後期にこちらの酒蔵っていうのは創業しているので、当然その明治維新といいますか、幕末といいますか、そこを通った時の密談の場所にここの酒蔵の裏座敷が使われたようなんですよ。だからそこからの、無血開城の江戸開城、ちょっと逆にその江戸城からしてみたら、薩摩とかあちらからのこう、意見を入れて、明治維新を迎えたわけで、当然その中ではいろんなこう葛藤もあるでしょうけど、その江戸開城っていう部分にさせていただきました。写真がございましてね、でそれが唯一その酒蔵が写ってる写真です。右側がここの斉藤社長のおばあちゃんにあたる鶴さんです。寺澤さんが考えられる将来の酒造りってどういうものですか？私の今の一押しなんですけどね、今ここにもう目の前にあるこの空気仕込みっていうのがあるんですよ。これって何かっていうのを詳細お話しさせていただくと、じゃあ名水あるところに名酒ありっていう言葉はもう絶対の定説であって、皆さん美味しいお水がなかったら美味しい酒なんてできないよっていうのがもう今までの常識なんです。要はエアっていうのは空気中のお水から作ったお酒ですよっていう。私が今ご提案させていただいているのは、じゃあ新幹線のこだまの中、もしくは豪華客船の中で、お酒を作るためのお水をわざわざ積み込まなくていいんです。そこで採取したもので作ったら、当然その身軽にできるじゃないですか。あと、原料は穀物、要はお米なんで、保存性が抜群にいいんですよ。じゃあその保存性のいいものと、空気中から取ったお水で作ってしまえば、小さな空間でお酒作りができるでしょ。だからそのためには、その移動する小玉の中とか、在来線の中とか、駅の中とか、いろんなところでできるので、それこそ日本で作ったのは、東京駅のグランスタっていう、地下に、東京駅出動場っていうのがあるんですよ。あれ 22.8 平米で、その中で全部工程やってますから。寺澤さんがプロデュースされたということですか？そうです。その空気中から水を作る装置っていうのは、どちらが外部の装置なんですか？はい。今年であれば、世界陸上が東京であるじゃないですか。それの熱中症対策に使われたり、日本の国土の中では、水っていうのは蛇口を開いたら、すぐ、コップに入れて飲めるっていうのがもう、当たり前みたいに思われがちですけど、世界の中では、水なんて一滴たりとも口にしちゃダメな国なんていっぱいあるんですよ。だからそういうところから考えたら空気中から仮に採取した水を細菌までろ過してしまってそれを飲めるようにしてしまうっていうのはすごい貢献度が高いと思うんで、それを耳にしたというか聞いたので、ぜひお酒作らせてくださいって作ったのがこのエアですね。でこの前に前身がありましてね、でこちらのねサステナブル酒、地球に優しい。なんで地球に優しいかって言ったら、洗米っていう工程が必ず日本酒を作るとき、もしくは食べられるときには、洗うじゃないですか。その工程があるのは、その洗米の研ぎ汁っていうのは、なんかいかにも自然にすぐ帰って、公害にもならないように思われがちなんですけど、逆にそこから米の研ぎ汁がダム湖に入ったり、湖に入ると、下でヘドロのように腐ってしまうんですよ。
はい、で腐ってしまうとそこからメタンガスが出てきて、オゾン層を破壊にして、でそれが環境に問題になってくるっていう部分。で、これを無洗米加工っていう加工をしたもので作ったのがこちら。そしたらお水がね、だいたい通常のものに対して、14分の1ぐらいまで少なく出来上がるんですよ。で、水の節約ができたお酒作り。自然に優しいお酒を作ろうということですね。今お話をお聞きしてますと、杜氏としての経歴も長くて、伝統的な技術についても精通されてますけれども、新しいアイディアとか改革に、とても積極的であるなと思いました。寺澤さんが今まで作られて開発された何か酒造りの装置とかでご披露いただけるものがもしあれば教えていただけますか？パンフレットであって、それこそ今年はその限定給水器を夏にちょうど作り上げたところで、あと夜の仕事の切り替え式であるとか、あとはその足って皆さん、車を乗るときにはアクセルであったりブレーキであったりっていろいろ使うのに、作業するときってなんか立つしかないじゃないですか。で、足を利用しながら、フットスイッチっていう足のスイッチを使えば、水が欲しいときだけ、要は両手が空いたままで水の出したり止めたりができるっていうのは、すごい便利なんですよ。要は無駄な水を使わなくていいっていうのがご提案してます。だからその設備の中にも水をなるべく必要なときだけ使う。要は垂れ流しで排水に流れるようなものをなるべく少なくするっていうのがやってますし、それはお酒作りだけじゃなくて、仮に厨房であるとか、家庭にやってもすごく役に立つと思いますね。今までどれぐらいの装置を、アイデアを出されて、実現されているんですか？いっぱいありますね。で、ちょうど後ろにあるこの瓶ね、これは2年ほど前の特許ですけどね。こんな風にして、ボトルをじゃあ半分だけ飲みました。日本酒とかワインっていう風に飲んだ時に、丸めて吸っておいておけば、当然この酸素に触れるところが少ないわけですから、中のお酒が悪くならないんです。じゃ出るときにはこうやって斜めに塗って液体だけ横に行くわけだから、中に入ってます、何も、影響ないので、だから最後の一滴まで開封した時と同じ味で飲めます。お酒についてのコンサルもなされているということだったんですが、教えていただけますか？新しく酒蔵を作りたいっていう方のご要望と、もう今まで大きく作ってたんだけど、それをおけ売りっていうんですけどね、大手メーカーに。それがもう自社で売りたいとか、そういう方の自社製品のお手伝いとか、そういうのもやってます。異業種からの参入というのもあるということでしょうか？ありますね。で、その時にはうちに来てもらって、トレーニングしてもらって、で、その帳簿であるとか、いろんな酒税法も全部覚えてもらって、で、ここから出ていかれる時には、一人前のもう、杜氏さんになって出て行ってもらう。だから、その人それぞれなんで、日本酒になるとちょっと長いですけど、甘酒だけであれば、1週間いていただければ、甘酒を製造するまでは、麹を作ったり、米を洗ってっていうとこ全部できるように。寺澤さん式のお酒作り、クラフト蔵ですけれども、この寺澤式だったら、日本のどこでも酒蔵を開業することができるということでしょうか？そうですね。で、今まではやっぱり人口ってどんどん増えてきたから、経済っていうのも膨張してきたと思うんですよ。だから、安くていいもんっていう部分が、明確に皆さんが欲しかったわけやから、当然その中では、大きく事業拡張してきましたと。ただ今度は少子化の中で、日本人の人口が減っていく。急に日本人が増えたりしないから、当然その中で、じゃあ、すごくいっぱい売れるものを考えるよりも、必要な時だけ作って、食品ロスがないっていう事業も今後は必要になるんじゃないかと思ってやってるのが私です。で、一つのじゃあ、クラフト蔵を作りますと。じゃあそこで今までやったら日本酒だけ作ってました。もしくはビールはこっち、味噌はこっち。外にお醤油はこっちの会社ってなってたんだけど、それをじゃあ、外に小さなクラフト蔵を作ったら、ある一部では味噌を作ってたり、ある一部ではお醤油を作ってたり、その中ではリキュールを作ってたり、仮に甘酒を作ってたりっていうのが、その一つの工場で、同じ人員であれば、当然その中で、必要なものは小さなトヨタさんがやってるコンパクトシティみたいなところの
利便性のある集合体の中では価値があるものであって、でそういうコンパクトシティが点々と日本国土の中にあれば、今の幸せみたいなものが圧縮されることなく、次の世代につながっていくんじゃないかなっていうのが私のちょっとした考え方。海外でも日本酒を作ることはできるんでしょうか？作れるのは作れますね。ただ、私ね、すごく悩んだ時期がありましてね。なんでかって海外からいろいろ引き合いが来て、僕の国、私の国で来てくださいっていうのがいっぱいあったんですよ。でその時に海外に持って行っていいのかと、先人の研究人、技術者がここまで美味しいものをつないでくれたわけで、やはりこれは日本国内の中であって、それを海外から体験として来ていただく方がいいんじゃないかっていう方向にシフトしたんです。寺澤さんはお酒作りのプロフェッショナルでいらっしゃるんですけれども、お酒作りに一番大切なものというのは何でしょうか？手を抜かないこと。別にそれが手作りっていう意味じゃないですよ。機械でもいいんですよ。IT でもいいんですよ。何でもいいんですよ。それは手を抜くんじゃなくて、明確なエビデンス、もしくは根拠があって機械。明確な理由があってこれっていう部分は大事にしてます。お酒作りって冬に行うような気がするんですけれども、寺澤さんのところは1年を通して作ってらっしゃるんですけれども、これはなぜ実現できているんでしょうか？4階建ての、仮に周りから直射日光が当たらなくて、電気代が少なくて、そこにいう冷蔵庫みたいな、年中同じスペースの同じ環境のものがある。で、これが一番の四季醸造って言って年中やる春夏秋冬の四季なんですけど、それが欠かせないところですね。振り返って寺澤さんの人生というのはどういう人生でいらっしゃいましたか？楽しいですよ。どうせ、人間って死ぬじゃないですか。それまでにありがとうっていう言葉を集めるゲームが人生やと思うんですよ。ありがとうございますっていう言葉を、集めるゲームなんで、当然それの中で、いると思ってます。だからお金をたくさん欲しいとかじゃなくて、ありがとうの言葉集め人生。ありがとうをたくさん集めたい人生ですね。わかりました。寺澤さんの将来の夢や計画について教えていただけますでしょうか？今のね、いろいろお話しさせていただいたところ、引き継いでいただけるエンジニアが、なるべく増えるのを、望んでます。他には何かございますか？他にはですか、まあ、近々では、まあ、さっき言った車両の中でとか、豪華客船の中とか、あと、先走った話ですけど、人類は、地球を離れて、多分、宇宙で生活し始めると思うんですよ。その時に、私が今やってるクラフトグラの延長上のものが、にあれば、すごい幸せに思います。わかりました。もう日本酒に人生を捧げたということでしょうかね。日本酒という道具で遊んでるだけです。わかりました。これからも素敵な日本酒をどんどん作っていっていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。今回ね、ご提案のもの。これは空気中から採取したお水。その水を利用して作ったお酒。これがエア。山田市。これは一番うちがレギュラー酒なんですよ。で、これと比べていただいて、じゃあこれが、この山田錦と比べて全然ダメかどうかっていうのを一回。もうだから、水の違いなんですよ。これとこれは。普通に水ですね。そう。何か普通に水っていうか。特別なんか違和感がある感じはないでしょ。全くないですね。超軟水です。で、その空気中から集めたものからのお酒。普通に飲みやすいですね。美味しゅうございます。で、3つ目が通常の江戸海上の山田錦。これは空気中の水じゃなくて。普通に。こんな感じなんです。さっぱりしてますね。非常に飲みやすい。
うん、こっちの方が実は好きだったりする、ちょっとね、こちらの芳醇な、やっぱりむちゃくちゃ軟水なんですよ。これはちょっと、中硬水ぐらいなんですよ。こちらの方が軟水なんで、やっぱりすごく芳醇な丸いお酒になってます。あ、そういうことですか。じゃあ外れてないですね。特徴はやっぱり出てますからね。喉越しがいいというか、いくらでも飲めそうな感じがしますね。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.